淡水魚なんですけど、本当に海のような魚の味がするので、本当に可能性を感じて今、養殖してます。で、この1本の中に季節が全部詰まってるっていう。こっちが2年前のわさびで、こっちが新しい。で、ちょっとその食べ比べもちょっと今日少ししてもらえたら。今世界で一番大きいサメがおろしなんですけど、今日これで知らさせてもらいます。安住の皆さんの新井と申します。日本で唯一、ミネラルウォーターを使った日本酒。フィルターを通したうちのボトルリングされた水で、お米を浸す段階から全部ミネラルウォーターに変えるっていうことを、京都の酒蔵さんでやらせていただいて、結果できたのが日本酒のミネでございます。日本酒なんですけど、頭が痛くならない不思議な効果もございますので、ぜひ味わっていただけたらなと思います。何これ？ちくわにわさびつけて少し多めでもね負けないと思いますので召し上がってみてください。わさびなんですけど、上からすると美味しいっていう風に言われてるんですけど、この年草になってまして、わさびって下に伸びていく植物じゃなくてですね、上に伸びていく植物でして、ここが土の中に入ってるって思われて結構多いんですけど、実はここっていうのは土より外に出てまして、この下にさらに根っこがありまして、こんなような形で、埋まってる。でこのゴツゴツがですね、このわさびのこの茎が剥がれ落ちた跡でして、でこの1本の中に季節が全部詰まってるっていうの。こっちが2年前のわさびで、こっちが新しい。で上は結構フレッシュで甘さとかも結構強かったりとかしまして、で下の方は辛みが強いんですけどちょっと色が悪かったりとかするので、一番真ん中がちょうどいいって感じです。でちょっとその食べ比べもちょっと今日少ししてもらえたらと思ってます。じゃあちょっとすいません、お願いします。今世界で一番大きいサメがおろしなんですけど、今日これで知らさせてもらいます。すりたてのわさびとタコの桜に。うまっ。柔らかにじゃないですよね。桜煮です。桜煮ですね。皮目が桜の蜜に似てるんで桜煮。山桜のね、蜜はちょっと赤っぽいですけども、なので桜煮。最高のペアリング。今フィンガーライムというライムを使います。南信州の方でね作ってるオーストラリア原種のねライムなんですけども、果実潰れません。果肉として出てきますんでね、果肉を乗せて召し上がってみてください。
フィンガーライムもめちゃくちゃうまいのよ。川の魚ぶっちぶち。このチョウザメなんですけど、うちのこのわさび農園でわさび畑で湧いた湧水を使って養殖をしてます。で安曇野の環境がですね、わさび畑の下にニジマスだとか信州サーモンを飼うっていう文化がありまして、チョウザメもこう見てもらうと分かるんですけど、こう下に口がついてまして、結構養殖場っていうのは湧き水を使ってるんですけど、こう玉水みたいなところでやってるので、どうしても藻がついたりとかは絶対してしまうんですけど、安曇野は全部かけ流しで、下も糞とかヘドロもたまらない状況になっているので、ヘドロみたいなものをこう吸わないので、すごく身も美味しく、淡水魚なんですけど、本当に海のような魚の味がするので、本当に可能性を感じて今養殖してます。ご自身で育てたチョウザメどうですか？最高。感動します。感動します。やっぱわさびってこう脇役じゃないですか。やっとこの主役級のものを出荷できると嬉しいです。あパワーが強い。なんかプチプチしてる。だって普通カラスミってしっとりじゃないですか。プチプチっていう食感ってなんかないと思うんですよ。塩漬けに1年をかけることによって中に塩の結晶が残るんですね。でその塩を抜くのにまた数ヶ月かけます。でそのナトリウムに塩味抜いちゃうんで、こうしてその後ちょっと防風作用のために日本酒で25度の焼酎に漬け込んでから干して、でそれだけだとアルコールの苦味だけになってるんで、なんでそこに味噌の味をまた戻していくのにやっぱ1年以上かけないと、中に味が戻らないので、そういった工程を踏んでます。明日にでもやめたいです。宿尾さん、ガリはこれ味付けは伊予醸造の富士酢。僕のそのガリに対するコンセプトっていうのは、ガリの語源っていうのは諸説ありますけど、ガリガリって音がした、ガリガリって音がするガリっていうのは塩ガリなんですね。昔はその砂糖なんかないですから、塩、あとお酢、辛かったんですよ。でちょっと食べて口直しするくらいの食べ物だったので、なんで辛みをちょっと引き出したガリにしてらっしゃいます。長野県の諏訪っていう地域がですね、精密機械がすごい得意な地域でして、これも半導体のステンレスを掘り起こすっていう技術を使った会社と共同で作った殺し金になります。でこれはサメ側の一番擦れる高さと幅を全て研究してもらって、どこで擦っても一番擦れるっていう、すごいきめが細かく刃が立ってます。もう同じわさびなんですけど、本当にこのサメ側とこの殺し金で擦ったものを食べるだけでも分かるぐらい変化で違います。寿司高さんにはつまみは、サメ側でおろしたもので、握りはこっちのお稲荷だっていうので、これをすって、そうするとやっぱ辛みがしっかりつくので、握りにも負けずに。サメ側はちょっとワイルドな感じ。おろし金の方が辛いですね。見た目以上に分厚い。うまい。やっぱ食えて食べ応えありますね。本来これくらいの大きさのやつ食べてもうまくないんですよ。ただやっぱ長谷川さんが見立ててちゃんと仕立てて寝かさなくても美味しい仕立てに仕立てたんだと思うんですよね。この人たちがやろうとしてることはゾンビを作ろうとしてるんですよ。要は魚自体は死んでるけど身は死んでない。
藤本純一さんというね、愛媛、その方は漁師さんですね。その方が締めた。なんか久保さんはそういう方とどうやってその接点というか魚を使えるようになったんですか？ SNS で尖ったことばっか書いてたから面白がられたんじゃないですか。海なし政権だからなめんじゃねえぞみたいな。あとはまあその産地に出向いてフィーリングですね。藤本さんのやっぱクリアですね。クリアです。でも今日の今の作付けって醤油はどれぐらいつけてるんですか？醤油にはね、4、5時間です。 4、5時間ぐらい。うちの場合は真空使うので、ただ醤油にドボンよりも真空包装紙で入れた方が中に入るのは真空で醤油入れてください。うまっ。口どけすごい。やっぱ売れてますね。独特のやっぱ香り。筋目にする、保存するっていった時にこういったまとうものが必要なんですよね。酸っぱいポテサラみたいな。山の方でおばあちゃんたちがなんか作ってる豆腐のおかげです。へえ。こういったものを作っては少し甘くした方が美味しいので、シャリに甘みをつけるためにこういったものを入れてますので。破壊力がやばい。海苔よりこっちの方が好きかもしれない。久保さんうまいっす。幸せです。ボリボリにしてきました。最高です。筋がうまい。いくらの蛇腹だ。なんか面白いな。もちもちしてる。同じのね。あ、みんな目がや。男性陣。すごい。いただきます。どうぞ。どうぞ。おいった。おお。すごい。望月さんありがとうございました。ありがとうございました東京で2日間。ありがとうございました。率直にはい。やってみてどうでした？まあでもやっぱこういう企画っていうのはやっぱこう、生産者としてはすごい新鮮で楽しい企画だったと思います。はい、直接やっぱ自分の作ったものをお客さんにこう食べてもらうっていうのがやっぱこう直接感想を聞けるのですごく今回もいいアドバイスももらいましたし、食べてもらった時のこう感じとかがすごいダイレクトに伝わってきたので素晴らしい企画だったと思います。やってみていかがでしたか今回の企画は？なんか新しいチャレンジができたかなっていう。でもし今後こういったことに
地方だから東京まで行くのにどうしようとかはい、悩んでる人いたら、まあぜひやってみた方がいいんじゃないかなっていう。今後ともよろしくお願いします。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。